さあ今日でも上半期も終了ということでね、早いですね。明日からは7月で夏本番、そうすると気をつけなければならない、食中毒の話題です。皆さんは朝忙しいからといってこんなことをしてませんか？ご飯もおかずも温かいまま蓋を閉める。すると見てください、蓋が水滴だらけこうに。なっちゃいますよね。実はこれやってはいけない NG 行為です。そして夏場食べたくなるスパイスの効いたカレー、2日目が美味しいからといって常温のまま一晩寝かせていませんか？次の日熱を加えたとしてもちょっと待った、これもやってはいけません。そう、外に持ち出すお弁当に限らず普段の食生活にも夏は危険がいっぱいなんです。脱いちゃうの？アウトドアをしない人も油断大敵。今日の特集は知っておいて損はしません。夏だからこそ気をつけたい食中毒対策です。ここからはたまに作ってくれる妻のお弁当が大好き私岡崎と、そして食中毒に詳しいこちらの方です。そうなんです、北海道栄養士会の副会長酒井妙子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしお願まいしますで早速ですが先生、夏場特に気をつけないといけないという明確な理由があるんですよね。はい、こちらにあります。はい、こちらご覧ください。この季節はですね、細菌性の食中毒が多い季節なんです。細菌は室温に近い20度から増殖スピードを速めまして、体温に近い35度から45度で増殖スピードを高めてしまいます。そこに湿気と水分という好都合が重なりますと大変危険になります。高温多湿注意いたしましょう。高温多湿、まさに今日からでも気温が少し高めだっていう、そんな予報もありますんで、まさに今注意、これからが注意ということなんです。35度40度ぐらいは皆さんも想像つくとは思うんですけど、室温20度ぐらいでも本当に気をつけていかなきゃいけないということなんですね。そうなんですよ。でそんな中で早速なんですが、これテレビの前の皆さんにも考えていただきたいんですが、福永さんにちょっと代表して皆さん4人全員前に行きましょう。この想像していただきたいのが、これから家族でピクニックに行くとしましょう。でこの2つのお弁当 A と B のお弁当がありますが、食中毒のリスクが高いのはどちらのお弁当ですか？じゃあ福永さんちょっと見て、近くで見て、パッと見るパッと見て、の内容がちょっと違いますかね。これ B の方ですね。はい、まあ食べたいのは A かなっていう。食べたい。ちょっとそれは知らない。わかったわかった。これ A の方が食中毒のリスク高いんじゃないですか。じゃあ A と札を上げてください。それなぜですか？これ多分今私野菜がちょっといっぱい欲しいなと思ったんですけど、トマトとかちょっと生野菜入ってるじゃないですか。これ火が通ってないものはちょっと危険なのではないかと。食中毒に関してですよ。なるほど。では先生、正解は A、B どちらでしょうか？はい、福永さん大正解です。正解だ。もう解説必要ないぐらい。必要ないの。いや、そこをなんとか解説してください。そう、詳しくちょっとこちらの VTR ご覧いただきたいんですけれども、なぜかと言いますと、最近は先生水分で増殖する。はい、先ほどもお話ししましたけども、高温多湿というところでピックに刺してしまいますと、見ていただいた通りで少し水分が出てきて漏れ出てしまいます。はい、これがやはり危険だということになりますね。生野菜だ、水分が少ないウインナーの方が刺すんだったらいい。でもトマト生で入れたい場合どうしたらいいですか？はい、今ヘタ取っていただきましたけども、よく洗ってヘタの部分っていうのは水とか汚れ取れにくいので、取っていただいて入れると少し安全ですよね。ヘタを取ることも忘れないようにしてください。水分でいうとよくブロッコリーとか入れる人も多いと思うんですけど、茹でたブロッコリーっていうのは水分も多いと思うんですけど、あまり避けた方がいいんですか？そうですね、できれば避けた方がいいですし、もし入れるとすればキッチンペーパーでしっかりお水取っていただくとか、揚げたり炒めるとかっていうことで加熱するといいと思います。入れるだとちょっと危ないかもしれないですね。多くなってしまいますよね。ちょっと先生話揃えるんですけど、梅干しはやっぱりいいんですか？はい、梅干しはやはり菌を抑えてくれます、増殖を抑えてくれますのでいいですよね。じゃあこれもうちのばあちゃんが言ってた通りなんだ。梅干しは梅干しはやっぱりこれいいんだよ。茹でるのはちょっとリスクがまだあるという金子さんの質問もありました。ここを皆さん気をつけてください。では食中毒対策、皆さんはどうしているんでしょうか？アウトドアを楽しんでいる方にお話伺ってきました。お弁当作りに関しての対策は、一番は冷ますことですね。
蒸気がそうですね、蓋についてしまって、でそれがやはりご飯が悪くなってしまう原因。なんかよく聞くプチトマトのヘタを取ってから入れるとか、なんかそういうなんか雑菌が繁殖するとかって聞くので、よくそういうのはやってます。ちょっと心がけて守ってるんですね。そうですね、一応。これと保冷剤だね。保冷剤はちなみに上に置く派ですか、下に置く派、上です。上に置くと何がいいっていうのは上から下に冷気が行くのでってことですね。分かってらっしゃるんですね、やっぱり。気をつけてます。でクーラーボックスを見せていただきますと、上だけでなく両サイドにも入っていました。ここまで完璧にやってらっしゃる。でポーランド出身の女性から面白い話も聞けました。今日暑いのでたくさん氷持ってきました。日本とですね、ポーランドのなんか違い保冷剤ありまがないです。お父さんも初めて見ましたって言われてました。はい。す。ポーランドないんですか。ないです。ポーランドは氷ですか。氷、普通の氷、これはやっぱ便利です。便利です。私も長い時間日本で住んでますけど便利です。やっぱりなるべく作ったものをそのまま残しとかないで食べきりで用意したりとか。麦茶作りますよね、でっかい2リットルとかの、それ作って出来上がったら麦茶のパックを出してパック入れがちでそのまま入れっぱなしにしないってことですか。そうです。手にあまりつかないように手袋を履いて調理をしたりします。これやっぱり夏場って感じですか。いや、年間がそうですね。お母さんが気をつけていることなんか知ってます。まあ生肉とか野菜とかの包丁の使い分けですかね。やってらっしゃる。はい、やってます。何本かあるんですか。3本。それまな板も何枚かあるんですか。まな板3枚あります。で魚と肉はもう一緒には切らない、別々で切る。使い分けて洗いながらやってます。すごいですね。ということですが、先生、皆さんの対策なんですが、バッド、グッド、グレート、この3段階でどれですか。いや、私は皆さんにグレートを差し上げたいなと思っております。今出てきたのはもう全部グレート。はい、本当に皆さんよくやってらっしゃるなと思います。はい。そんな中でちょっとこちらご覧いただきたいんですけれども、先生、弁当の蓋は冷ましてからという、やっぱりこうやってるという方もいらっしゃいますが、大事なんですか、ここは。そうですね、先ほどもお話ししましたけれども、高温多湿を避けるためには水分は飛ばしてなるべく冷ましてから蓋をするというのは非常に有効です。はい。でこれじゃあうっかり温かいまま蓋をするとどうなるのか、ぜひちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、忙しい朝ってついついやってしまいがちですよね。冷めきらないまま蓋をすると、あっという間にこのようにもう曇っちゃう、水滴がついてしまう。これが先生、細菌の増殖につながるんですね。はい、その通りです。でこれだけではなくて、先生に解説していただきたいのがおにぎりにも注意なんですか。そうですね、おにぎりは温かいと握りやすいんですけども、今このようにですね、握っているところは高温多湿になってしまいますので、握る前におにぎりは粗熱を、ご飯は粗熱を取るということが大切になります。また形を整えましたらラップを一旦外して冷ましてから包み直すということが大切です。ですから一つのおにぎり作るのにラップはでは2枚使った方がいいと、この夏はそのようにしていただけたらなと思います。今のようにラップにちょっと水滴がつくような状態は良くないってことですね。そうです。水分が飛んでふっついてしまいますので、ぜひ冷ましてから包み直してください。ここは本当に対策を取ってください。そして先ほどインタビューにもありましたが、ちょっとこちらなんですが、夏は冷蔵庫に常備している方多いでしょう。いや、入れっぱなしですよ。私もそうですね。入れっぱなし。パック。麦茶のパック取り出すという方いましたが、これははい、これもグレートでして、メーカーによりますけれども、だいたい2時間で取り出すというふうになっています。お水を冷蔵庫に入れますと2時間ぐらいで冷めてきますので、そのタイミングで取り出すのがいいと思います。これじゃなんでこれ入れっぱなしは NG なんですか。はい、パック自体が菌の増殖の温床になりますので、ぜひいいタイミングで取っていただきたいと思います。麦茶のパック、穀物が原料ですから細菌の餌となるという、そういったリスクもあるので2時間経ったら取ってくださいと。でなるべく1日で飲み切った方が先生いいっていうことですかね。やっぱりね、お家で飲む量って大体決まってると思いますので、1日分だけ作って飲み切ったらきれいに洗ってまた作り直すというのがいいと思います。子供の頃結構2、3日とかたっぷりね作っちゃってみたいな。3日だったらもうそうバットなわけですね。これはもう意外に私丈夫なんだよ。
そうなんですよ。だからもう本当にもうちゃんとこのできるならば対策を取ってください。そうですねではいバーベキュー中にこうインタビューした方、こんな疑問もありました。カレーってやっぱり2日目が美味しいとかって言うんですけど、日を置いたら本当にダメなのかとか、周りにはあんまりお腹壊してる人とかも聞かないので、その辺は本当なのかなとは思います。いや本当思いますそれ。でもこの季節になるとなんか腐るんじゃないかなと心配になるんですけど。なんかついこの間鍋のまま保存しないでなんか別の皿に移してから熱を冷ました方がいいみたいなのがあったんですけど、どうなのかなって。どうですか福永さん、金子さんやりませんか？いやカレーを一晩それはやりますよね。あとカレーに限らず私味噌汁とかも次の日の朝に食べようと思って置いたままにしちゃったりするんですけど、危険なんですかね。特に一人暮らしだからね、一回飲みきれなかったら一気にはねやっぱり食べられないんですよね。ということは先生、これははい何でしょうか？はい、常温にするというのはバットバットなんです。はいで今こうモニターにまた出てきますけれども、このカレーやはり常温寝かせというのは先生。はい、そうですね。特にカレールーカレーっていうのは温度が下がりにくいので、下がりにくいということは菌が増殖しやすいということですから、特に量が多い時には注意が必要です。でもやっぱり一晩寝かしたカレー食べたいんだっていう、食べたいし、食べたいですよね。今まで食べてきて大丈夫だったって方もいらっしゃるんですよ。それは信用しない方がいいですね。そうですね。次は危ないかもしれないですよ。たまたま大丈夫だったって考えた方がいい。ですから安全な保存方法、これ皆さん確認していただきたいんです。こちらなんですけれども、先生に解説していただきますが、氷と水が入ったこのボール、これに鍋ごとでいいので冷やしていただければなと思います。一気に冷ます方がいいんですか？そうです。一気に冷やしてください。短時間で冷却するということがとっても大切です。はい、それが大事で、こうルーが冷めたら鍋ごと冷蔵庫ではない。はい、そうですね。できればタッパーやファスナー付きの袋に入れて小分けにして入れるのがいいと思います。なぜ鍋ごとはダメなんですか？はい、やはりこれ温度がきちんと冷めきっていないまま冷蔵庫の中に入れてしまいますので、その部分で安全性を確保したいということになります。面倒かもしれないけど、そこは面倒くさがらずにやっぱり身の安全でより美味しく食べるためにはっていうことですね。ぜひ。で翌日食べるときにはしっかりと再加熱すること、ここも大事ということです。食べきれる分だけ鍋に移して鍋底からかき混ぜながら全体をしっかり加熱するということが大事になります。安心安全のためちょっと一手間、そうすると美味しい一晩寝かしたカレーも出来上がるということです。さあ食中毒対策の基本も教えていただきましたが、ここから先生の出してクイズがあるんですね。これを福永さんにじゃあ代表して考えていただきます。テレビの皆さんもここからちょっと間違い探し考えてみてください。気づいた時点で福永さんフリップに書いてくださいね。で後ほど発表してもらいます。では VTR スタート。買い物をして帰宅しました。野菜とお肉を買ってきたんですね。さあ食材を保存しましょう。間違いはどこでしょうか？野菜室にキュウリ、キャベツを入れましたね。さあ野菜だけではありませんよ。もう一つ買ってきたのはお肉です。レバーと生姜焼き用でしょうか？豚のロース。でもすぐに食べないんです。すぐに食べないのでこちらは冷凍庫に入れましょう。はい。もうなんか全部ダメそうな気がする。で扉をしっかりと閉めて、はい終了。どこが間違いだったんでしょうか？お、ペンは進んでますね。しかもなんか細かく書いてます。細かいところをなんか書いてるように文字数が意外に多い。じゃあもっとシンプルな答えでよかったのかな。じゃあ見せてください。どうぞ。これでございます。野菜は買ってきたその袋に入れたまま、保存しない方がいいと、お肉も冷凍するんだったらその容器に入れたまま、私もこれ気になりました。あそこ気になった2人とも。がいいんじゃないかと思うんですけど。さあ先生、答えをお願いいたします。福永さん、グレード。よし。容器袋のまま入れるっていうのはやはり危険ですよね。そこに気がついたのがすごく良かったですね。はい、良かった。じゃあ正解の VTR ではどうしたらいいのかっていうのも見ていきますが、理由はよくわからなかったんですけど、理由のところ一番良くないというのはこのトレーごと保存してしまう。
だ福永さん容器のこう容器のままいうふうに保存しないもんね、大体ね。これがダメだと。はい、トレーのまましまい込んでしまうのは良くないことでした。で、食品というのは空気で酸化して傷みやすいということもありますし、夏場は購入して帰宅するまでの間に暖かくなってしまいまして、ドリップも出がちですので、ぜひファスナー付きの保存袋などに入れて移し替えていただきたいなと思います。数時間後に食べるって冷蔵庫の場合だったらこれは大丈夫ですか？はい、そうですね。食べる時間というのも大事になってきますので、その日のうちに食べるとか、それでもやはりきれいにしっかりと保冷していただきたいと思います。はい、ファスナー付きの保存袋に入れてください、というところです。で、特にこのファスナー付きの保存袋なんですが、真空状態にするとより先生いいということですので、そうですね。真空に近い状態に簡単にできる方を今日は先生に生で実演していただこうと思います。ぜひ用意するものは先生何でしょうか？そうですね。お水の張ったボウルになります。はい、これにですね。ファスナー付きのジップ袋なんですけども、少し口を開けていただいたまま、口を少し開けてますね。はい、開けました。開けたまま沈めます。そうすると水圧でこんな風に空気が自然に抜けていきます。ちょっとお手伝いはしますけれども、こんな風にして水が入らないところまで来ましたら、ファスナーを閉めていただきます。はい。そうすると失礼します。こんな風に真空に近い状態になっていきます。ちょっとこれ金子さんじゃあちょっと先生拭いていただいて、金子さん持ってみてください。どうなん？いいですか？はい、どうぞ。しっかりと空気が抜けてるのが分かりますね。こうキュウリの形もしっかりこう出てくるような感じで。布団圧縮パックみたいなの使っていいんですか？しっかりと形がね、はっきり分かるぐらいに、こんなに簡単にできるんですね。そうなんです。で、今家庭菜園がどんどんと成長して出てきますので、収穫したものをこんな風に入れると美味しく長く食べられますね。そう、これ水圧を利用するだけです簡単ですから、ぜひ皆さんやってみてください。簡単手軽といえば近年100円ショップの中でもプラスアルファでできる対策グッズがあるんです。こちら。お邪魔したのは地下鉄東宝線の駅からもすぐです。ダイソーセレスタ東区役所駅前店です。このお店では3万5000点もあるアイテムの中から食中毒対策におすすめの商品を教えていただきました。こちらなんですけれども、抗菌お弁当シートです。おすすめポイントが2点ありまして、両面に抗菌作用がついているので、お弁当にのせるだけで簡単に抗菌効果が出るというところと、ハサミでカットができるのでお弁当のサイズに合わせて切り張りして使えるというところが優れものです。夏の初め頃から売り上げが5倍まで伸びておりまして、私どもびっくりしております。他にも抗菌加工されたバランが200枚も入って110円という嬉しい商品。基本的な対策にプラスアルファで使用すればより安心です。さあ先生、食中毒対策大事なところ、ポイントを改めてお願いします。はい、まずは菌をつけないというところ、それから増やさない、そして最後に加熱などしてやっつけるというところが大切になります。やはり今日学んで福永さんから基本が大事、そしてこれから本当に注意ってなんか分かってきましたよね。だから今まで大丈夫だったかなっていうのは、本当にちょっとその考え捨てた方がいいですよね。もう一つ一つ対策をしたら、もう食中毒は何も怖くないというふうに思ってもいいかもしれないですよね。安心安全のためにぜひ参考にしてください。今日は酒井先生、もう酒井先生自身がグレートでした。ありがとうございました。またお願いいたします。ありがとうございました。